鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。これ、甘み湯でシーズニングした、IH が使える300円のスキレット。ソロキャンプ気分を味わうために、たまーにキッチンで使っています。100円の取っ手をセットで買わないと使えませんけどね。これ、ちょっと古いですが、愛用しているハンダゴテ、長年使っていますが、専用のコテ台を持っていないので、購入時に付属していたちっちゃなコテ台をしぶとく使っていましたが、コテが外れてこんな風に、カッティングマットを溶かしてしまうこともしばしば。そこで、スキレットの取っ手、もしかしてと思って乗っけてみると、なんと、紙フィットするではないですか。メラメラと、工作意欲が湧いてきました。何年か前にハンダ付けスタンドを製作し、これはこれで重宝したんですが、ちょっとが軽くて作業中にずれることが気になっていました。重量を測定してみると、233g です。では、さっきのスキレットの重量は 769g。3倍以上あります。これに取っ手を加えると、1kg 前後になりますね。このスキレットをどんな形にするか、ちょいとネットで検索。コテ台としては、こんな形が一般的なのかな？ちょっとお高い、金属たわし風クリーナー付きもあります。一般的な形を頭に入れた上で、イメージ作り。難しい。穴開け加工してしまうと、スキレットを好むキャンパーさんを敵に回しそうなので、ここは、ネオジム磁石を使って組み立て式で作ってみます。おう？なかなか強力にくっつきます。これ、L 字アングルじゃなくて、何アングルって言うんでしょうね。パーツボックスの中に転がっていたもの。このネジで、アングルをスキレットの取っ手に合体させます。ネオジム磁石をくっつけて。思ったより強力、うまくいきそうです。もうちょっと角度をつけたいと思います。これは、曲がらんわ。手作りベンダーを使います。制作動画、ご興味があれば、概要欄にリンクを貼り付けておきますね。曲がりました。もう一度組み立て。30度くらい傾いたかな？こんなもんか。ちょっと、ガタつきが気になります。また、スキレットはいいものなので、机の傷つき防止のため、ゴムを貼って緩衝材とします。よしよし。ちょっとスペースがあるので、ご覧のようなクリップアームをパクってみたいと思います。使うのはこれ、100均の、暗い USB ランプ。この、フレキシブルアームを、使います。先端に取り付けるのは、この、ワニ口クリップ。思い切って、ぶった切ります。これ、二重らせん構造になっているんですね。外側の針金を曲げて、クリップと合体させます。こんな感じで3本製作。反対側は、これまたネオジム磁石をくっつけます。グルーガンの出番です。すぐ取れちゃうかなって思ったけど、意外に頑丈にくっつきました。残り2本も、同じ処理。クリップ部分も、ついでに補強。さあ、うまいこと立つかな？結構しっかり立ってます。揺さぶっても倒れません。電気コードもこの通り固定できます。ハンダ付けは、問題なくできそうです。クリップの先端に、熱収縮チューブのカバーを取り付けて完成させます。
アームクリップの完成です。3本あれば十分でしょう。まだまだ続きます。この基板を固定するスタンドを作ります。このスタンドの青いパーツ、ご覧のように基板をホールドするためのものみたいです。パクります。高さは2センチくらいあればいいかな。これ、つまみネジっていうのかな。3個使います。これは直径 12mm のアルミパイプです。こんな風に合体し、サポートを作ります。これは、パイプカッター。これを使って、2センチくらいでカットします。つまみをちょっと回して刃を食い込ませ、くるくる回すと切断できる、便利アイテムです。切断できました。あと2つ、切断します。ちょっとバリ取り。金属粉が出るのに、紙とかを敷いておくのを忘れています。ほらね、掃除の手間が増えました。パーツが揃いました。またまた、ネオジム磁石を使います。今回は、大活躍です。これは、ポリプロピレンシート。これを丸く切り取って、つまみネジの根元にセットします。そうそう、紙を敷いてから、つまみの根元をヤスリがけ。ネジの直径が 4mm なので、根元は 3.5mm くらいかな。切り取った PP シートの中心に 3.5mm の穴を開けます。これをつまみネジの奥まで挿入すると、電気基板とかを挟んでネジを締め付けた時に円盤は回らないので、ズレを防止できるというわけです。あと2つ、ちゃちゃっと作っていきます。こんな感じで、くるくる回ります。次、切断したアルミパイプの中に、メスネジを仕込みます。M4 サイズのナット、4個入りそうです。これ、コロコロシート。粘着面の裏側に、離型剤が塗られているので、ホットメルトがくっつかないから便利です。クラフトテープでも良いですが、たまたま切らしたのでこれを使います。ナット4個をセットして、アルミパイプの中で、全体をホットメルトでがっちり固め、細長いメスネジを作るという作戦です。一番下に磁石を仕込みます。熱い。アルミパイプをかぶして、ホットメルトを投入、7分目くらいかな。ナットを押し込んで、しばらく冷却。固まったかな？いい感じです。あと2つも同じ処理。ちゃんと磁石でくっつきます。剥離シートと、はみ出たホットメルトを除去します。サポートの完成、ちょっと基板を挟んでみます。市販品は4つですが、3つあればちゃんと支えられると思います。横から見ると、こんな感じです。磁石もしっかり効いています。とりあえず完成。作ったパーツを並べてみます。まあまあいい感じですが、足りないものが。どうせなら、このスペースに、ご覧のような小手先掃除用の道具を置きたい。固定アングルの一部が邪魔なので、ちょっと形を変えてスペースを確保します。もう一回、自作ベンダーの出番。スキレットの、縁の角度に合わせ込み。さっき、余って出っ張っていた部分を、取っ手の穴に固定します。ネオジム磁石を、ホットメルトで固定しちゃいます。磁石を1箇所増やしたので、さらにがっちりくっつくようになりました。さて、小手先クリーナー。この、R2D2 みたいな形を真似たいと思います。さっき、ちょん切った、LED ランプ。これを加工してみます。どうやってバラすんだ？マイナスドライバーでこじ開けてみます。取れた。やっぱり、LED1 個しかついてない、くらいはずです。ちょっと穴が小さいですね。穴を拡張して、この、目玉親父の中に、
金属たわしをぶち込みたいと思います。キッチンから、家内にバレないようにパクってきました。ぴったりです。こんな風に、ブスブス刺して、ハンダのカスを取ります。これを支える土台ですが、ウコンのアルミ缶、これがまた、直径がぴったり一緒なんですよ。びっくりです。この、ウコン缶、アルコールストーブを作った時の余り物、事前に2000番のサンドペーパーで磨いてあります。このままでは色がくすんでいるので、これを使って鏡面仕上げします。結構しんどい作業なので、適当なところでやめておきます。ここに穴を開けて、中に、水濡れスポンジをセット、こんな風に使えるようにしてみます。セットするスポンジは、これ、セルロースクロス。普通の安いスポンジは、焦がすと明らかに体に悪そうな匂いを発生しますが、このセルロースクロスは植物由来なので、紙や木材を燃やした時と同じ匂いがします。市販のハンダゴテスポンジの一部は、多分これが使われているのではないかと、勝手に思っています。それでは、目玉親父の体を加工します。ちょっと長いみたいなので、ちょうどいい高さに切断。横っ腹の穴開け目安としてマスキングテープを貼ります。穴開けパンチ、ちょっとが届かない。しょうがないので、穴開けポンチを使って跡をつけます。ハサミもうまく入らない。アクリルカッターを使います。あとは、くにゃくにゃ曲げて切断、ヤスリをかけて仕上げます。やっと穴が開きました。このような、薄い金属板は、歪まないように加工するのは結構難しいですね。セルロースクロスを、缶底に合わせて切り抜きます。ちょっと穴が小さいかな。まあいいか。目玉親父、合体。最後、缶底に、一番強力なネオジム磁石を貼り付けます。使うのは、やっぱりグルーガン。便利です。あっという間に、一本なくなった。足りない分、補強します。完成。強力な磁石と、取っ手スタンドが支えとなって、ずれることなく使えます。では、組んでみましょう。逆だ。目玉親父。基板サポート。フレキシブルクリップアーム。磁石なので、スキレット側面にも固定できます。ネオジム磁石、恐るべし。後始末は？全部、スキレットの中に収まりました。このまま、キャンプ場に持って行っても、使えます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。